はいどうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。本日は2025年になってコーヒー愛好家にとってショッキングなニュースをちょっとお話ししていきたいと思います。それはですね、なんとコーヒー豆の値段が高騰しているということなんですよ。それに伴って、我々が飲んでいるスペシャリティコーヒー、ちょっといい豆のコーヒー豆が、それを飲むのに値段が上がってしまうというニュースですね。日本円も円安がまだまだ続いている中、様々な物価が上がっている中、コーヒー豆もついに来ましたという風な感じになっています。そこまでカフェとかの値段はまだ調整はしてないのかもしれません。ただ、豆が上がっているという風に言われているので、その理由なんかを説明していきたいと思います。まずはですね、価格高騰の原因その1、ブラジルの干ばつと霜の災害ですね。2025年の価格高騰の中心的理由が、このブラジル、世界最大の生産量を誇るブラジルの深刻な天候災害が起きたことが一番中心的な原因ではあります。読ませてもらうと、2024年の後半から2025年にかけてブラジルの主要な生産地域では干ばつが長く続きました。その上、通常は気温が安定している地域にも稀に見る霜が発生して、コーヒーの木の花や実が傷んでしまったと。コーヒーの豆の中でもアラビカ種というのが気候にとてもデリケートで高品質なコーヒーとして評価されています。でこのアラビカ種の収穫量が激減したことで世界のコーヒー市場にとって大きな打撃になりましたと。でその結果、2025年の2月のアラビカ種の先物価格は1ポンドあたり約 453g ですね、4.3 ドルというふうな過去に例にない高値にまで上がりましたと。ちなみにコロナ前の2019年から20年頃に関しては1ポンドあたり 1.2 から 1.5 ドル程度だったので、単純に言えば 2.5 倍から3倍近くの価格になっているというふうにニュースになってました。で、価格高騰のその原因その2なんですけども、世界的なコーヒーの需要が増えているということですね。ここ数年で、これもちょっと重要なポイントなんですけども、ここ数年でアジアの国々でコーヒーを飲む人が急増してます。例えば中国では以前はお茶文化が主流だったんですけども、今では若い世代を中心に街中で手軽で飲めるようなカフェラテや本格的なハンドドリップを楽しむ人が増えています。で特に注目したいのが、ただ単にカフェインを取るためではなく、香りや味をしっかりと楽しむためのいわゆるスペシャリティコーヒーの人気が高まっているという点ですね。この流れに関しては僕としては嬉しいことです。高品質なコーヒーが正当に評価されて求められるというのは、生産者、ロースター、焙煎師、ロースターからしてみると、理想的なことなんですけども、ただ世界中で良いコーヒーと言われるものの需要が増えたということで、質の高い生の豆が取り合いが起きているとも言えるんですね。もしかしたらロイヤルブルーコーヒーもその価格高騰の流れに少し関わっているかもしれません。美味しいコーヒーを提供しているのではい。なのでね、需要が増えたので、価格が高騰しているということですね。次の価格高騰の原因その3なんですけども、為替と輸送コストと関税。日本のようにコーヒー豆を輸入している国、日本の栽培は沖縄では少しやってるみたいなんですけども、基本的には海外から輸入しているんですね。そういった国では為替の影響も無視できません。今、日本は円安がずっと続いてまして、一時1ドル160円にもなりましたし、今でも150前後をいろいろ行ったり来たりをしている状況なんですけども、単純に言えば1ドルの商品を買うのに数年前より3、40円多く払わないといけないという状況ですね。で、それに加えて、コンテナの輸送費や港の卸の費用が上がっているっていうのと、日本でもトラックの運転手が見つからないとか人員不足だと、それに関しての物流の人員が少ないというふうなことも影響して、コーヒー豆を仕入れるまでのコストもかなり膨らんでいます。
さらにアメリカではブラジル、コロンビアなどの生産国に対して最大 10% の関税を新たに導入するという動きもあり、これは世界的な流通の連鎖的な影響を及ぼすのかもしれないということですね。最後にお伝えしたいのが、現地の生産者、つまり農家さんの状況です。価格が上がっているということは、農家さんもそれなりに儲かってるんじゃないかと思うかもしれませんけども、実はその逆が起きてまして、コーヒー豆を育てるための肥料であったりとか、農園で働いている人たちの賃金が上がったりとかしているので、農園のコストっていうのがどんどん上がっています。例えば中南米のグアテマラでは政府による最低賃金の引き上げで生産者に払う人件費も上がりましたと。また農薬や肥料の原材料が多くが輸入品なんで、こちらも為替の影響を強く受けてコストが上がっていると。つまり生の豆の価格が上がっている背景には、市場の投機的な値動きだけではなく、実際に生産現場のコストの上昇というのがリアルな事情ではあります。このようにコーヒー豆の価格高騰は天候や経済、国際情勢で人々の暮らし、様々な要因が絡み合って起きている複雑な問題なので、だからこそ僕たち消費者や焙煎士でできることは、ただ安いものを選ぶのではなくて、誰がどこでどんなふうに育てたものなのか、そんなことに目を向けて納得としたものを選ぶということが大事かなとは思います。高くてもいいから自分の納得したものを買う。物の価値って自分が決めるというか、人がこれがいいからこれにしなさいよって勧めたものを選ぶというよりかは、自分がこの商品はいくらの価値だよねっていうので決めて納得した上で購入してもらったらいいと思います。コーヒーもただ高いからいいのではなくて、自分がこの値段でこの味だったらいいよねっていう風なのを納得して買ってくれたらいいなと思ってます。ロイヤルブルーコーヒーでは信頼できる生産者と協力しながら、美味しさだけではなく、その背景も含めて価値のあるコーヒーをこれからもお届けしたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。本日の内容は以上となります。これからどんどん上がっていくのかもしれませんし、ずっとこのまま続くのかもしれませんけども、コーヒーをこれからもね、愛用というか愛飲してくれたらいいなと思ってます。ではまた。如果你觉得这个影片有帮助，或者是喜欢，多多帮我按赞，这样子我会更努力的制作新的影片。如果有什么疑问，留言给我，很欢迎提问。如果你订阅了频道，当最新的影片上传的时候，你会接收到通知，你就不会错过哦。让我们一起继续追求对你来说美味的咖啡吧，下次见。